孤高の人、すなわち孤独を恐れずに自分の信念を貫き通す人のことを指すんですけれども、まさにこれにドンピシャなベースプレイヤーがいるんですよね。それがアンソニー・ジャクソンなんですよ。楽器からエクイプメントに至るまで、加えて自身のプレースタイルへのこだわりは半端ないんですよね。昔古かった頃のブルーノート東京での彼のライブをね見に行ったことがあるんですけど、ライブが終わってですね、会場を後にする前にちょこっとねアンソニーのセッティングを覗いて帰ろうと思ってベースアンプを覗いたところ、妙な走り書きの置き手紙がしてあって、そのアンプの上に置いてあったんですね。そこにはなんとミスターアンソニー・ジャクソン Please use the DI box と書かれてあったんですよ。多分音響の人が書いたものだろうと思うんですけれども、ということは待てよ、アンソニー・ジャクソンはステージ上で DI ボックスも使うことをはばかるほどにピュアサウンドにこだわってるっていうことなのかと、その時直感したんですね。気持ちはねよくわかるんですよね。実は僕もできれば楽器本体からアンプまでは何もかませたくない方なんで、早い話がアンプ直結が一番だと思ってるわけで、ところでアンソニーがプロデビューしたのが1970年。70年代といえばベース的にはスラップベースが流行りだした頃なんですよね。にもかかわらずアンソニーは堅くなにスラップベースの仕事の依頼を断り続けてきたんですね。そのことで多くの仕事の機会を失ってきたかもしれないと本人も言っていたそうなんですよね。それでも自分の信念を曲げない様はまさに孤高の人だと思うんですね。ところでアンソニーのベースを最初に認知したのがですね、確か1980年の頃でテレビコマーシャルだったと思うんですよね。で今では本当に考えられないことなんですけど、当時はゴールデンタイムの CM にですね、普通にジャズミュージシャンが出演していたんですね。その流れで日野照正さんがウイスキーの CM に出ていて、その時後ろで流れていた楽曲でベースを弾いていたのがアンソニー・ジャクソンだったんですよね。その音色は歯切れがよくブライトでありながらしっかりとボトムがある。ちなみに彼の理想とするベースのトーンはピアノの低音部だそうなんですよ。その話を聞いた時には本当に大きくうなずけましたね。で当時使っていたメインのベースはですね、僕のフェンダージャズと一緒で73年製のボディなんですよね。そしてネックはね付け替えてあって75年製のプレッションベースのものだそうですよ。でペグはシャーラー製のごついやつに変えてあって、ブリッジもバダスに変えてあるんですよね。で塗装はといえばオイルフィニッシュにリフィニッシュしてあるんですよね。で4弦でありながら5弦ベースのようなズドーンと重量感のある低音はですね、本当に最高ですよね。正直未だにこのジャズベを使っていた頃のアントニーの音が僕は好きなんですよね。
当時この映像を見た時にですね、この人はただものではないなと思ったんですよね。今までこんなパーフェクトなベースを聞いたことがなかったんですよね。一音一音の粒立ちと、そのずしっと重く地を這うような前進感、そしてアカデミックな和声楽に裏打ちされたアプローチで次から次へと展開していく様はまさに圧巻だったんですよね。アンソニー・ジャクソンは1952年にニューヨークに生まれたんですね。それはレオ・フェンダーがプレシジョンベースを世に出した翌年のことだったんですね。で、最初は12歳でギターを習い始めたんですけれども、16歳になる頃にはベースに転向していたんですね。当時母親に48番街にあるベンズミュージックという楽器屋さんに連れてってもらって、そこで買ってもらったのがチェリー・サンバーストのミディアムスケールの無名のベースだったんですね。で、これがアンソニー・ジャクソンのベース人生の原点となったわけなんですよね。その後彼の音楽性に大きく寄与したアーティストとしてはですね、ジョン・コルトレーン、マイルス・デイビス、そしてオーネット・コールマン。オーネット・コールマン、なるほど。特にマイルスのアルバム「マイルス・スマイル」そして「フィレス・デ・キリマンジャロ」は多くの時間を費やし研究しまくったそうなんですよね。その後1970年に最初のレコーディングセッションの仕事を終えて、でその2年後にはですね、ビリー・ポールズバンドに参加してゴールドディスクを取ったヒットソング「ミー&ミセス・ジョーンズ」はなんとアンソニー・ジャクソンがベースを弾いていたそうなんですよ。僕的にはね、大好きなスローナンバーだったので、この発見の喜びはですね、ひとしおのものがあるんですよね。またアンソニー・ジャクソンといえば当時エフェクターの使い手としてのイメージもあったんですけど、その始まりはですね、マニーズ・ミュージックという楽器店でのマエストロ社のフェーズシフターのデモンストレーションを見たことがきっかけとなったらしいんですね。当時はスタジオ機材としてのイメージが強かったんですけれども、そしてベースにはあまり向かないというもっぱらの評判もあったんですけど、しかしですね、アンソニー・ジャクソンはそんな評判も聞きにかけることもなく、自分の持ち駒として活用していくことになるんですよね。そして1973年のオージェイズのヒットソング「For the Love of Money」でフェーズシフターを使ったんですよね。そしてそれは楽曲において紛れもなくアイコニックなベースラインとしての存在意義を示したんですね。そしてもう一つのファクターとして、その使用している弦ですよね。1972年よりロトサウンド社で開発中だったラウンドワウンドという巻きの弦で、今となっては定番中の定番なんですけれども、当時は大変珍しかったんですね。でそのラウンドワウンド弦にフェーズシフターといった洗練されたサウンドはですね、あっという間にニューヨークのスタジオシーンで評判となったんですね。そしてロバート・フラッグとのレコーディングセッションの話につながったわけなんですね。そして1977年にはデーブ・グルーシン、リー・リートナー、トム・スコットとの共演を果たし、そして翌年にはニューヨークに戻り、怒涛のスタジオワークの時期へと突入するわけなんですよね。そしてデビッド・サンボーン、クインシー・ジョーンズ、ルーサー・バンドロス、ポール・サイモン、アル・ジャロー、スティーリー・ダンといったビッグネームとの共演の中で、彼のスタイルはさらに確立していったわけなんですよ。その一つとして手のひらでミュートをしながらの親指ピッキング、アンソニーの場合親指一本で大抵のフレーズが弾いてしまうのには本当に驚くんですよね。あともう一つの代表的なアプローチとしてはですね、やはりピック弾きがあると思うんですけれども、しかもフランジャーを使ったシャープなサウンドなんですよね。そして80年代に入るとチャカ・カーンからのオファーがあり、アルバム「ファチャゴーナ・ドゥ・フォー・ミー」のレコーディングに入るんですけれども、このアルバムはですね、プロデューサーのアンソニーに対するリスペクトが現れていて、随所にアンソニーの魅力が現れていて、まさに秀逸なアルバムと言えますよね。
して80年代の他に特筆すべきアルバムはですね、スティーリー・ダンのガウチョ、そしてドナルド・フェーゲンのザ・ナイト・フライ、これらはいずれも僕にとってはお墓に持ち込みたいレベルの愛情版なんですよね。そして90年代に入ってからのキャリアは相変わらず輝かしいものがあるんですけれども、その中から一つだけ挙げろと言われれば、迷わず挙げられるのがミッシェル・ペトロチアーニトリオなんですよね。テクニカル的なことを語るのも不毛に思えるほどに、この3人の精神的な演じ組みを感じるパフォーマンスで、アンソニー・ジャクソンについて語らせてもらえば、やはり孤高の存在という表現がふさわしいと思うんですね。その世界で誰も成し遂げてこなかったことにあえて立ち向かうための精神的な強さ、そして孤立しようともそれを貫徹する意志の強さ、そういったものが時には必要なのではないかと僕は思うんですね。